私はキャラメル色の生地が大好きだ。キャラメル色ならどんな私の好みの生地でもコーディネートしやすい気がして、ジャケットやスカートをそれで作った。簡単な作りのスカートだったのだけれど、大好きで本当によく履くから、もう少し履き心地やシルエットにこだわったワンランクアップしたキャラメル色のスカートが縫いたいなぁと思って、先日この私のスカートを買いたい。そして長女のワイドパンツにリメイクした。そういうわけで今回はランクアップしたシルエットも着心地もいいスカートを作っていきたいのだけれど、イメージするのはタックがたくさん入ったスカート、ファスナー開きでウエストをすっきりさせて、シャツをインしても出しても様になるようなウエスト周りにしたいな。でもファスナーだけだと体型の変化に追いつかないかもしれないから、長く履けるという意味で後ろベルトはウエストサイズよりも少しだけゆとりを出してゴムを入れてみよう。ファスナー開きなしで後ろゴムだけでもいいと言えばいいのだけれど、それだとウエストベルトにもっとゆとりを入れなくてはいけないし、そうなると後ろに余計なシワが増えるから後ろ姿がかっこ悪くなる。だからファスナー開きも併用がベターかな。というわけで型紙を作りたいのだけど、タックを計算するのは苦手だ。頭がこんがらがってきちゃうんだよな。だから前にファスナー開きのパンツの型紙を自分サイズで作ったから、そのウエストベルトを応用しつつ、タックはフォークを使って寄せてから裁断していく作戦でいこうかな。前ベルトはウエストジャストサイズで、後ろベルトはプラス4センチぐらい長くしよう。しっかりした包容力のあるスカートにしたかったから、そんな生地を選んだ。確かワイド幅だったし好都合だね。20番手のチノ、少しだけストレッチが効いてるね。とりあえず横幅はそのままで、スカート丈分前後のスカートを切ろうかな。ポケットとウエストベルトもカットしていこう。下準備もできるところまでしておこう。
今日はクッキーを焼こう。クリスマスみたいなクッキー作りだ。それじゃあ早速ひたすらタックを縫っていこうかな。フォークでタックを作るとこの間簡単にできたからその方法でやりたいのだけど、こうだっけ。イメトレ中。よし、早速やってみよう。こうしてフォークで折りながら縫っていく。ウエストサイズになるまでタックを縫っていってみよう。おお、タックが縫えた。引き続き後ろスカートもタックを作っていこう。最初は端からタックを入れてたけれど、シルエットと動きやすさを考えて脇は斜めにカットしたかったから、ちょっとほどいてタックを真ん中にした。脇をカットする前にウエストベルトを前後それぞれつけていこう。脇をカットしていこう。
ウエストベルトを表に返して縫い付けていこう。後ろベルトにゴムを入れていこう。まずは片側のゴムを縫い付けよう。もう片方のゴムも縫い付けよう。履いたらシワはあまり気にならないくらいのゆとりだね。ポケット口を開けて脇を縫おう。ポケットを作っていこう。服は縫えば縫うほど見えてくる世界が変わってくるのが面白いな。洋裁を始めたての頃はただ完成させるというのが目的で、スカートを作るのでもウエストは三つ折りでもできるのに、どうしてウエストベルトなんか作る必要があんだろう。工程が増えて面倒なだけじゃないかななんて浅はかに思うだけの世界だったのに、作り続けて着続けてと繰り返すと、いろいろと一つ一つの意味が実感してきて、服作りのやり方も奥深くなってくものなんだね。めんどくさいとか、ここやり直そうかな、まあいっかとしたものは着心地や着続けやすさに大きく影響を及ぼすことも知ったから、めんどくさがることが減ったかな。面倒をサボるとより面倒になる。それが分かっただけでも成長だね。ファスナーがつくところは粗めミシンで、そこから下は普通目で縫っていこう。ファスナーをつけていこう。ファスナーが縫い付いたら粗めミシン糸をほどこう。裾を縫って完成だ。この間作った万能ロンティーブラウスの型紙で、この取っておいたかわいい生地をブラウスにしようかな。ちょっとレトロだし、今回作ったスカートとよく似合いそうな気がする。
肩を縫おう。バイアステープでえりぐりを処理しよう。この白が見えた方が今回の生地と相性が良さそうかな。そうしよう。というわけで裏からつけていこう。えりぐりに切り込みを入れよう。表側にこう折って端を縫おう。脇を縫おう。裾のスリットをコの字で縫おう。裾を縫おう。袖を作ろう。スリットの袖口をこう縫おう。袖をつけよう。